動画を見てくださりありがとうございます。今回はですね、最近買って本当に良かったなっていうふうに思っているコスパアイテムとか、あとは通販でお手軽に購入ができる素敵なアイテムをご紹介したいと思います。またですね、動画の後半ではニトリの新作展示会の様子もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧いただけたら幸いです。まず最初にご紹介するのは IKEA で購入したクノッペングというフォトフレームになります。もともとですね、ソファーの背面の壁が少し寂しいかなっていうふうに思ってたんですけれども、賃貸なのであまり大きなアートも飾れないしなっていうふうに思いまして、でちょっと困ってたんですけども、その時に IKEA のこのフレームを見つけまして、で999円という安さでありながらも安っぽく見えないっていうところに惹かれて購入をしてみました。でサイズなんですけれども、大きさがですね、横30センチで、縦40センチのサイズのもの、こちらを4枚購入しまして、で壁にはですね、縦向けに2枚設置をしております。で中にはですね、お気に入りのアートブックのページをモノクロコピーして入れています。でこちらの詳細についてはですね、インスタグラムに載せておりますので、よかったら参考にしてもらえたらなというふうに思います。でフレームの裏側はこんな感じになっておりまして、フックをかけるところが2箇所ですねついていまして、で縦にしてもいいし横にもかけるっていうことが可能な仕様になっています。で個人的にちょっと不便だなっていう風に感じたポイントとしては、このフレームの裏のですね、隅についている蓋を押さえておく金具がちょっと硬かったんですね。でこんな感じで、マイナスドライバーで1個ずつ持ち上げるような形で動かしていかないといけなくて、でこんな感じで蓋を頑張って取り外しました。またですね、壁には賃貸でも取り付け可能な、ホッチキスで設置ができるフックを取り付けています。でこちらのですね、設置方法についてもですね、インスタグラムで詳しく紹介をしておりますので、よかったらこちらもインスタで確認をしていただければと思っています。続いて紹介するのはお香を入れる器になります。こちらはですね、過去の動画でも紹介したノルディックネストというですね、北欧の通販サイトで購入したものです。このですね、どんなインテリアにも馴染みやすい色味とですね、あと手作り感がある少しいびつな形がすごい可愛いなというふうに思って購入をしました。またですね、この器のボール部分になるんですけれども、ここはちょっとツヤ感があるんですが、この下の土台部分ですね、ここはマットな質感になっていまして、そのあたりにも個性を感じていいなというふうに思いました。そして底の部分にはしっかりと滑り止めがついておりますので、お香を倒す危険性も回避できるのがすごくいいポイントかなと思います。続いてはですね、熱海の旅館で購入したお香になります。これがですね、本当にいい香りがしまして、最近ですね、夜に頻繁に使用をしているそんなお香になっております。で調べたところですね、楽天でも購入ができるようです。で概要欄にですね、リンクも貼っておきましたので、よかったら見てみてください。またですね、こちらのお香のありがたいポイントとしましては、お香と一緒にですね、お香立てがついているんですね。で香りによってはですね、1000円以下で購入できるっていうお手頃な価格帯になっておりまして、でその上ですね、お香立てもついているっていう商品はなかなか見つけたことがなかったので、すごくいいところだなっていうふうに思いました。で個人的にですね、この短さもお気に入りポイントになってまして、お香がまず安定しやすいですし、あとはちょっとした時間だけ楽しみたいなっていう時に短時間楽しむことができるっていう手軽さもすごく使い勝手がいいなというふうに思っています。続いてはこちらの洋書になります。
これはですねどちらも Amazon で購入した洋書になっているんですけれども、こちらはタッシェンというですね、美術とか建築などを中心に扱うドイツの出版社から発行されている本になっております。で、洋書ですね、買いたいなって思った時の懸念点として、まず値段が結構するっていう、値段がなかなか手が出しづらい価格帯っていうところが挙げられるかなというふうに思うんですけれども、この達成者のコンセプトとして美術書をですね大衆的な値段で提供するという使命があるそうで、洋書の中でもですね比較的リーズナブルな価格で購入することができます。で、いろんな建築家の作品について学ぶことができますし、あとはですね単純に置いてあるだけでもインテリアとして活用できるデザインがすごく魅力だなというふうに思っています。そして最後にご紹介するのは、先ほどですねお香の器で紹介をしたノルディックネストのランチョンマットになります。で、こちらのランチョンマットはオイスターホワイトという色味になっておりまして、でガラスのテーブルにとても映えるデザインがすごく気に入っています。で、素材としましてはリサイクル素材を使用したレザー 80%、 あとは天然ゴムを 20% 使用しています。そして素材がですね水拭きができる素材になっていますので、食後のお手入れとかがすごく簡単なところもお気に入りポイントになっています。またですねカラーもすごく豊富なので、いろんな種類を何色か集めてコレクションするっていうのも楽しいかなというふうに思っています。以上がですね購入品の紹介でした。続いてはですね先日ニトリの新作展示会に参加をしてきましたので、そちらの様子を紹介したいと思います。インテリアから家電までですね様々なアイテムが展示されていたんですけれども、その中から個人的にですねこれはいいなというふうに思った商品について紹介をしていきたいなというふうに思います。まずはですねこちらのセミオーダーができる収納ラックですね。こちらの商品はですね既存商品がもともと出ていたそうなんですけれども、別のサイズのものが今回出たそうです。で、この棚のですねいいなと思った点としましては、まず5センチ単位でセミオーダーができるというところで、それでいて納期が最短10日ほどっていうところですね。単納期で、商品が届くというところですね。で、サイズをですねオーダーできる棚っていうのは結構ですねどのメーカーでもあるかなと思うんですが、ものによってはミリ単位でオーダーができるなんてところもあるかなと思うんですけれども、単納期でセミオーダーができるっていうのはあまりないですし、そこがすごく便利かなというふうに思いました。あとはですね色味も結構素敵だなというふうに実際に見て感じまして、特にですねダークブラウンの色味はすごく高級感があるように見えました。ただ材質としましてはプリント紙というものを板に貼り付けているものですので、よく見るとどうしても安っぽさはちょっと見えてしまうかなとは思います。で、例えばですねソファーやチェアにお金をかけたいなって思っている方で、その分ですね収納棚はちょっとお安く購入したいなとか、なるべく単納期で家具を手に入れたいなとか、そういった理由がある方にはぴったりの商品かなというふうに思います。で、お次はですね電動リクライニングソファーになります。で、10万円を切る電動ソファーっていうのがもともとあったそうなんですけれども、そちらがさらにバージョンアップして、で座り心地がすごく最高になって、でリクライニング角度もですね以前より深く調整可能になったということです。で、こちらを体感して実際にいいなと思った点としましては、近くで見た時にすごく生地感がかなり高級感があったんですよね。で、座り心地もですね本当にもうすごい最高で、足の部分も上がりますので、オットマンが不要っていうところもありがたいポイントかなというふうに思いました。そしてお次はですね美容寝具のアイテムですね。こちらは枕カバーになるんですけれども、これはですね髪だけではなくて肌も潤う枕ということなんですよね。で、デザインとしましてもすごくシンプルなホワイトで、インテリアの邪魔をしないっていうところがいいポイントかなと思いました。ただですねちょっと聞いたところ乾燥機は使用できないそうですので、その点については注意が必要かなと思います。あとはですね家電もですね結構デザインがスタイリッシュですごく高機能なものが揃っていました。
でこちらはですね見た目がすごく素敵でありながら0.2 秒で発熱するフラッシュヒーターというもので、極上の焼きたてトーストが食べられるっていうトースターになっております。でお値段が7990円ですね。で個人的にこのブラックカラーがすごくおしゃれで本当に自分でも欲しいなっていうふうに思いました。でこのですね、庫内の網もですね取り外して掃除がしやすいというところもポイントかなと思います。あとはですねドライヤーもすごく素敵なデザインだなって思いましたね。で旧タイプのものよりも質感にこだわっていたそうで、マットの中にちょっとパール感もある材質に変更されたのですごく本当に上質なデザインに変わっていました。でこちらはですね髪の毛を乾かしながら潤いミストがブローできるそうで、あとはヘッドの部分が結構短くて収納にも困らないっていうところが便利かなというふうに思いました。ということでニトリの展示会についてご紹介をしました。で今後もですねインテリア関連の動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。